最新型のマクラーレンアルトゥーラを東京のストリートで走らせています。今走り始めはデフォルトのエレクトリックモードなんですけど、プラグインハイブリッドスーパーカーですから、こういったね EV 走行ももちろん可能で、フル充電されている状態から33キロ走行できるそうです。東京のような住宅街からね抜け出すにはこの EV モード本当に助かりますよね。やっぱりこういったねスーパーカーのエンジンはエンジン始動時に勇ましいねエキゾーストノートを奏でるんで、ガレージから抜け出すときにこの EV モードはとても重宝しますよね。マクラーレンのロードカーといえばカーボンモノコックシャシーなんですけど、この最新型のアルトゥーラに採用されているマクラーレンカーボンコンポジットライトウェイトアーキテクチャに関してはとても高いシャシー合成をドライバーのシートにも伝わってくるんですけども、 EV モードで走行しているとロードノイズがね気になったりするもんなんですけれども、このアルトゥーラはねピレリと共同開発したサイバータイヤというノイズキャンセルシステムが搭載されているタイヤが装着されているんですね。その恩恵でねとても静粛性が高い、そういったね性能を有しているみたいで、実際こうしてね EV モードで走ってみるとそのロードノイズの低さにねちょっとこれは驚きましたね。そしてこの新しいピレリサイバータイヤには電子チップが装着されているそうで、タイヤのね内圧だけでなく温度まで正確にねドライバーに伝えてくれるっていう、そういった新しいね試みがされているそうで、これはねスポーツドライビングするときにはとてもありがたいですよね。やはり正確なねタイヤの内圧と、それからタイヤの温度がねドライバーに分かるということで、今ドライビングでねアンダーステアが出ているのか、それともタイヤがオーバーヒートしてアンダーステアが出ているのか、そういった判断もねフロントのねメーターのところから情報を得ることができます。今エンジンマネジメントはコンフォートを選択しているんですけれど、バッテリーの容量がね 8% を切ったところでエンジンがスタートしましたね。この新しく設計された8速 DCT のトランスミッションなんですけれども、今はねオートマティックモードを選択していて、時速40キロで5速ギアを選択しています。先日ねワインディングでこのアルトゥーラを初めて走らせたんですけれど、いやね正直言ってものすごく速くてびっくりしました。車がねもちろんエンジンパワーは700馬力を発揮しますから、それだけのねハイパフォーマンスユニットをミッドシップに搭載されていて、カーボンモノコックシャシーをね採用しているマクラーレンっていうスポーツカーですから、もちろんね速くて当然なんですけれども、その速さの次元がねロードカーの域を超えてたんですよね。というのはドライバーのね感覚から言うと、ロードカーのスポーツカーを攻めてるんではなくてレーシングカーでワインディングを走っている、そのぐらいね如実に違いがありました。やはりシャシー合成の高さがもうロードカーの域を超えちゃってるんで、サスペンションの動きがね手足のようにドライバーに伝わってきて、ですからまるで自分のね手の先にフロントタイヤがあるぐらいタイヤの感覚をドライバーがつかめる、そういった車からのね高いインフォメーションがあるおかげで限界値まで近づけることができるんですね。ですからそういう意味でロードカーとねやはり次元が違うレベルのドライバーが思いっきりねスポーツドライビングに堪能できる、この次元の高さがやはりマクラーレンっていうずっとねフォーミュラ1で素晴らしい戦績を築き上げてきて、そしてね
マクラーレン F1 というスーパーカーでスポーツカーレースを制してきた、そんなね歴史があるんで、やっぱりレーステクノロジーを持っている会社が作るスポーツカーは一味も二味も違いますね。アルトゥーラはプラグインハイブリッドロードカーのため、モーターやねバッテリーなどのユニットを装着するために重量増が発生したんですけど、それをねとことん軽量化にこだわってミリグラム単位でね削ってあるんですね。その結果ね、乾燥重量が1300キロ台という、ちょっとねって首をかしげちゃうぐらいライトウェイトに仕立てられてるんですね。軽さがねやっぱりスポーツカーにとっては命なんで、もう明らかに他のメーカーのスポーツカーとはレベルが違う走りが実現できているのも、この軽量化を徹底的にこだわった結果だと思います。ワインディングでもね走り始めてすぐに気づいたことなんですけれど、このドライバーズシートのねホールド性の高さ、見た目はねそんなにねバケット形状じゃないんでサポート大丈夫かなって思ったんですけれども、いやねもうコーナー一つ二つクリアした時に何が一番最初に気がついたかっていうのは、シートのホールド性の高さってコメントはしたんですけれど、実はねこのシートの形状だけでなくてドライバーズポジションがね最適な姿勢を取れるっていう、ここのねシート調整やもちろんステアリングのねアジャストの範囲もとても広くて、やっぱりね F1 を長くやってきたノウハウプラススポーツカーのノウハウが合算されてね、このポジションがね形成されているんだなと思います。ここまでねリアシートをこう寝せた状態でペダルレイアウトにね足がねフィットするっていうのは本当にねレースカーでは当たり前の世界なんですけど、ロードカーでこのドライビングポジションが取れる車って本当少ないんですよね。で他のメーカーだともうシートのね背もたれの角度はバケットシートで固定されちゃっていて調整できない、そんなね車もありますから、そんな中でねこの理想のねドライバーポジションが調整できるシート調整をね備えているマクラーレンは素晴らしいですね。この最適なポジションを取れることからくるハンドリングのねインフォメーションの高さや、それからしっかりとねシートに体が密着できているんで、リアのねトラクションのかかり具合からスライドのイメージまで、とにかくドライバーに対してインフォメーションをたくさん伝えてくれる、そんな高い性能をね誇る1台だっていうことがワインディングでは確認できたんで、正直ね車が速すぎて、もちろん運転してるのは自分ですから加減はできるんですけれど、でも本当にドライバーが持ってるね能力の 100% をね発揮できちゃう、そのくらい運転に集中させられる、そして速く走ることができちゃったんで、今回はサーキットにね持ち込むことはできなかったんで、究極のねこの本来アルテューラが一番の魅力と言ってもいいかもしれないんですけど、究極の走りはね経験できていないんですけれど、それでもねワインディングで垣間見ることができましたから、だいたい想像はつきますけど、もうこのラジアルタイヤじゃ多分物足んないんでしょうね。そしてボディサイズなんですけど、全長が 4540mm、 全幅が 1915mm、 全高が 1195mm、 ホイールベースが 2640mm というね、最近のスポーツカーの中ではとってもコンパクトなサイズで、このねサイズ感が少しね
コンパクトなだけでも東京のストリートを走らせるときには気を使わなくていいんですよね。今日もねサイクリストが一緒に走っていますけれど、車のねコンパクトさがだけでなくて見切りの良さがねいいんで、本当に走りやすいですね。空力的にも非常に低いドラッグ性能を有しているみたいで、風切り音がねほとんど聞こえないんですね。この辺りはもうさすがとしか言いようがないですね。この前高の低さに貢献していると思いますけど、とてもねドライバー側に傾斜されているこのフロントガラス、この角度とそして形状ですよね。とてもね見晴らしがいいんです。っていうのは A ピラーがドライバーにすごく近いんですね。ですからとても低く寝ていて A ピラーがドライバーの近くにあるということは、フロントガラスが昔のねグループ C カーのような丸みを帯びた形状になってるんですね。本当にねこのインテリアのデザインはさすがミニマリズムをね常に探求しているマクラーレンだけあって、もう本当にコンパクトなサイズにもかかわらず広々と感じるっていうね、ドライバーが手が届くところに全ての操作系が集中されていて、他のメーカーだとねこの最近ステアリングにたくさんスイッチ類がついてるんですけれど、マクラーレンはね何人もないんですよね。強いて言えばステアリングの裏にパドルシフトが装着されているんですけれども、とてもシンプルで、この辺りのねこだわりもドライバーはね常に運転以外のことに意識をね取られない、その辺りの配慮もね長時間ね乗ってみるとさすがだな。もう慣れてくると自分の手の内に常に車があるなっていうね、この理想的なねドライバーズポジションに座って、そして正確にね動いてくれるサスペンション、それを感じながら、そしてねとてもフロントタイヤリアタイヤがドライバーの近くに感じるんですよね。この感覚ねなんかどこかで味わったことがあるって思ってたら、よくよく考えたら僕のねマクラーレンの初ロードカーの経験はマクラーレン F1 だったんですね。でそのマクラーレン F1 とドライビングフィールはほぼ同じですね。この高いねカーボンモノコックシャシーの剛性感を感じながらね、そしてとってもね本当すぐ自分の足元ぐらいにタイヤがあって、そしてリアタイヤもねお尻のすぐ後ろにあって、そのぐらいタイヤが自分のね近くにあって感覚がつかめるっていう、そういうイメージなんですね。絶対的なね速さっていうのはエンジンのパフォーマンスとタイヤのグリップに大きく影響されるんですけれど、そういった要因を除いた部分についてはね、ドライバーはとっても感覚がつかみやすいイコール運転に疲れないんですよね。理想のねポジションを取れているからっていうこともありますけど、常に車のね状況がたくさんのインフォメーションがドライバーに伝わってきてくれるイコール、そのね今のフィーリングを探ろうってやっぱり意識しながら走っていますから、そこの神経をねとってもすり減らすんですよね。でそれがねとてもつかみやすいイコール、そこに使ってる神経の疲れが軽減されるんで、それによってね他の部分にも注意を注ぐことができたりして、もちろん限界性能も上がるんですけれど、疲労感がねとてもマイルドになるという。レーシングカーってねとんがってると速く走れるっていうセットアップももちろんあるんですけど、それは一周のラップタイムのね追求した時の話で、
やはりレースでは耐久レースに近い、そういったね要素も求められるんで、運転しやすさっていうのはねとても大事な性能の一つなんですね。そのあたりはレース畑出身のエンジニアたちがこういったねロードカーも手掛けているでしょうから、もうお手の物ですよね。ではちょっと軽くね首都高を流してどんなイメージでなるのか確認したいと思います。今ねコンフォートモードだったんですけど、マネージメントをスポーツに変更して走り始めてみたいと思います。でサスペンションはねコンフォートのまま行きます。じゃあ首都高行ってみましょう。おお、そうか、シフトはねマニュアルモードに変更しますね。足回りはねとっても乗り心地いいです。それなりにね路面の凹凸はもちろん拾ってるんですけれども、でもね、とってもマイルド。スポーツモードもちょっとね踏んであげただけなんですけど、エキゾーストの音いい音してますね。バインディングでも気がついたんですけど、このアルトゥーラのね装着されているダンパーシステムなんですが、バンプ側に1つ、そしてリバンプ側にも1つのピストンがね設けられているんで、つまり沈み側と伸び側に1つずつのピストンが装着されているんですね。でその結果足回りのねこの追従性の良さはサスペンション形式によってももちろん影響を受けますけど、このダンパーはね一番の味付けの部分で、このダブルピストンっていうのは僕の中にとっては最高のダンピングシステムなんですね。もう路面の追従性の良さがねシングルピストンのダンパーの比じゃないんですよね。常に路面を捉えて離さない。そしてね、まあイメージで言うとなんかこう縮んで伸びてそういうことになるんですけど、実際はね車のダンパーの状態って常にこのぐらいバタ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 って動いてるんですよね。ギャップ乗り越えた感じもね、音はします、ドドンって。だけどドライバーにはほぼ振動は伝わってこないですね。これがねツインピストンのダンパーシステムの特徴でもあるんですけど、結局ダンピングレートはねそこまで高めなくても追従性が良くて足が仕事してくれてますから、車の姿勢変化がね低いんですよね。でその結果ねスプリングレートも低く保てるんで、トラックモードにしてもメカニカル的なねロール量がまあまああったんですよね。でそれなりにねやっぱりよく動く足回りってドライバーは荷重コントロールができるんで、とてもね速く走る、それだけじゃなくて楽しむっていう部分においてもこのコントロール領域が広いっていうのは大切なことなんですよね。もうプロのレーシングドライバーであればね、もう決められたセットアップで一番美味しいところをね常に引き出すように
ドライバーが合わせて運転するんですけれど、でも一般道を走るスポーツカーの場合はね、そんなわけにいかなくて、いろんなドライバーの方もドライブしますし、それでいてね、高性能を保たなくちゃいけないんで、そういう意味でもね、ドライバーのコントロール領域が広いっていうのもとても大事な性能の一つですよね。で、このアルトゥーラに関してはとってもそこが懐が広くて、これだったらね、どんなドライバーにとってもコントロールする幅が広いんで、合わせ込みしやすくていいですよね。このアルトゥーラのね、ブレーキなんですけどね、カーボンセラミックブレーキを採用されていますから、ストッピングパワーは当然強大なんですけれども、このハイブリッドユニットを搭載しているんで、回生システムがね通常つくと思ったら、このアルトゥーラには回生ブレーキは装着されてないんですね。そしてペダルもね、バイワイヤーではなく油圧式ということで、もう本来であればね、軽量化やコストダウンにもねつながる部分でもありますから、バイワイヤーにみんななっていってるんですけれど、やっぱりね、このドライバーがどう感じるのか、どうコントロールできるのかっていうところにねこだわって、あえて回生ブレーキを装着せず、そして古典的なね油圧システムを踏襲しているということで、なんかマクラーレンっていうねイメージはどうしてもねフォーミュラ1っていうイメージとつながってしまうんですけれど、でもこのロードカーのね完成度の高さは、もうずっとロードカーを手掛けてきたフェラーリとほぼ肩を並べるレベルまで来てますね。もうこれはね、もちろん性能っていう部分での話もあるんですけれど、コントロールのしやすさ、幅の広さという部分においてぶっちぎりですね。ちょっと前がついたんで少し踏んでみましょうか。圧倒的な速さですね。この速さはね、ちょっとストリートでは危険な領域になっちゃうんで、この程度にしておきましょう。ちょっと試しに最後にね、トラックモードにして、マネージメントトラックモード、そしてサスペンションコンフォートからスポーツモード、最初トラックモードのマネージメントに足はスポーツで、もうねちょっとこのスポーツモードの上のトラックモードは試したくないぐらいサスペンションが締め上がりました。ワインディングではねそんなに嫌じゃなかったんですけど、首都高はちょっとスポーツモードはハードですね。とにかくタイヤのねグリップ力の高さももちろんですけれども、それに伴ってとても高い車速でコーナーに入っていけちゃうんですけど、そうしてね当然ロールを伴ってくるんですが、そのロールを伴った時にね恐怖感とかね、それから荷重が乗っかりすぎちゃってコーナーにズルズルってはらんでっちゃうっていうところがね全くないんですね。もうこれはコーナーのね内側のタイヤもしっかりと設置してるっていう証拠なんですよね。やっぱりねシャシー合成のない車とか、それからダンパーがね
仕事をする領域が低いもの、そういった車に関してはとにかくこう足をね固くして動かなくする方向に持っていかないとロールオーバーを伴ってコーナーでね腰砕けになったりしちゃうんですよね。でそれを嫌って動かさない方向に行くんですけど、まあレーシングカーに関してはね空力にも影響するんでサスペンションストロークは少なめになっちゃうんですが、でもスポーツカーでね特に耐久レースで走る車なんかは意外とね足回りを動かすセットアップの方がタイヤにも優しくて、もちろんドライバーにも優しくて安定したねラップタイムを刻むことができるんですね。今ねサスペンションをコンフォードに戻しました。そして平和が戻ってきました。まあストリートに関してはもうこのサスペンションのモードはコンフォート一択ですね。やっぱりねスーパーカーですから、このルックスのね過激さっていうかスタイリッシュな、そしてとてもスポーティーなデザインも大切かもしれないですけど、レースエンジニアがねとことん軽量化探求して、そしてねドライバーがとても乗りやすく扱いやすいサスペンションセッティングの味付けなど、まあもうこの領域はねマクラーレンっていう会社でないとたどり着けないと、そういったね次元の高さを十分感じることができました。